はい、こんにちは、こんばんは、和之助です。今回はですね、こちらベンキューのモニターライトスクリーンバーハローをご紹介させていただきたいと思います。そして今回こちらの製品、ベンキューから提供していただきました。ベンキューさんありがとうございます。そしてベンキューといったら PC モニターが非常に有名ですよね。私の動画でもモニターの紹介をしているので、他の製品のご提供もお待ちしております。はい、ということでこちらですね、2年くらい前にすでに販売されていて、結構時が経っているんですが、今回提供を受けさせていただいた理由としては、実は今年の2月以降に販売されたものに関しては新しい仕様となっていて、違いとしてはワイヤレスリモコンの反応が良くなっているということなので、マイナーチェンジされているという点、あと私モニターライトを結構使っていて動画もいくつか上げていく中で、地味にこのチャンネルモニターライトの検索流入が多いっていうのが主な理由となります。もしよろしければ他の動画も見て比較していただければと思います。はい、ということでこのチャンネルではガジェットやパソコン関連の動画を上げていきますので、もしよろしければぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではサクッと開封していきたいと思います。専用の段ボールの中にさらに入っているので、箱の潰れとかはなく厳重で丁寧な梱包なのはいいですね。ではまず最初にこちらの丸い物体から見ていきます。こちらは何かというとワイヤレスリモコンですね。ファーストインプレッションとしてはクオリティが高いなという印象です。クリアな仕上げになっていてタッチパネル仕様になっています。そして側面はアルミ仕様になっていて、こちら回転するようになっています。動きも滑らかでほとんど力もいりません。そしてこちら正方形の箱に入っているのは何かというと、マニュアルとかアンケート、はがきが入っています。あとはこんなものも入っていました。これはリモコンについた指紋を消すための掃除道具ですね。後で使ってみたいと思います。ということでこんな感じです。はい、続いていってみましょう。これは小さい部品となっていますが、薄いモニターに対応するためのスペーサーですね。はい、そしてリモコン用の単4の電池が入っています。これはね、気が利いていいですね。はい、そして最後にスクリーンバーハロー本体が入っております。こちらは USB 給電で電池は不要となっています。給電の際はパソコンやモニターについた USB から給電します。はい、以上が箱の内容となっています。それでは準備していきますが、やることはワイヤレスリモコンに電池を入れるだけですね。蓋はマグネット式になっていて、そして電池を入れて準備完了となります。先ほどのスポンジとセットで使いたいと思います。それではひとまず本体を見ていきます。バーの部分はアルミ素材でしっかり金属感があります。ベンキューのロゴ部分はプラスチックでバーを固定しています。このバーの部分は35度の角度調整ができます。裏返したところに見えるのが自動調光用のセンサーがあります。内側にはモニターを固定するためのスポンジ状のクッションがついていて、モニターに傷がつかないようになっています。ひっくり返して後ろ側を見ると半透明のバックライトがあります。これは間接照明用ですね。これはこの後見てみたいと思います。はい、それでは取り付けますが、特に難しいことはなく、ほぼ上に乗っけるだけで固定できます。置いているだけですが、ぐらつきもなく固定力は強いです。それではこちらのスクリーンバー、リモコンの使い心地も含めて見ていきたいと思います。それではまずは電源を入れてみます。電源を入れると左上のランプにフォーカスが当たっています。ここにフォーカスが当たっている時は色温度を変えることができるので、ちょっと変えてみたいと思います。左に回すと白色になって、右側に回すと赤色が強くなります。ここで好みの色に変えることができます。横をつまんで回すこともできますね。はい、続いて明るさにフォーカスを当ててみます。明るさの調整は先ほどと同様なので、ちょっとまたね明るさを変えてみたいと思います。仕様は最大で870ルクスということで、数値を出してもねちょっといまいち分かりづらいんですが、体感としてはかなり明るくなります。角度を変えることもできるので、机全体を明るく照らすことができます。続いて左下のこちらのアイコンですが、自動調光、オート機能ですね。周りの明るさに合わせて自動で明るさと色温度を調整してくれます。明るさはいいんですが、色温度も同時に変わるので、この辺はねちょっと好みが分かれるところかなと思います。でも非常に便利な機能ですね。続いて下のこちらのアイコンですが、これをタップするとバックライトだけを照らしたりデスクだけを照らしたりすることができます。バックライトだけ照らしておくのも間接照明になって個人的にはねいいと思います。はい、バックライトはこんな感じです。カメラの補正のせいで周りが暗くなっていますが、一応ね明るい部屋で撮影しています。
こんな感じで明るさと色温度も変えることができます。そして最後、メモリー機能ですね。今いろいろとねいじっていますが、使っていくうちに気に入った設定が出てくると思います。そんな時にこのハートのアイコンを長押しすると現在の状態を保存することができます。アイコンが点滅するとこの状態が保存されます。こんな感じでいろいろと変更した後でもこちらのハートのアイコンをタップすると先ほどの状態を呼び出すことができます。気に入った設定にしたり自動調光機能もあるのでうまく使い分けるとすごく便利ですね。ということでメイン PC に環境を移してみましたので俯瞰で見ていただきながら機能をまとめてみたいと思います。まずは自動調光機能ですね。センサーで周りの明るさと色温度を調整してくれます。手動でやる場合は無段階で明るさと色温度を調整することができます。続いてメモリー機能ですね。いつも使っている明るさとか気に入った設定なんかを保存しておいていつでも再現することができる便利な機能です。そしてバックライトで背面も照らすことができる間接照明モードがあります。これは全て点灯することもできますしどちらか点灯することもできます。バックライトだけ点灯して間接照明として使うのも個人的には気に入っています。続いて LED の角度調整ができるということで35度まで角度調整ができます。使い方としては遠くまで照らしたり眩しい時に角度調整するといった感じですね。そしてワイヤレスリモコンで無線ができるということですね。今年の2月に新仕様ということでワイヤレスリモコンの反応が良くなったとのことです。私初めてこちらを使ってみましたが普通に反応も良くて快適な操作性だと思います。そして気になるのが取り付け可能なモニターですがモニターの厚さは 0.7mm から6cm まで適用可能で湾曲モニターの場合は厚さ 1.6cm から 3.8cm まで適用可能とのことです。湾曲モニターは若干制限がありますが普通のモニターであれば大抵取り付けは可能ですね。簡単ではありますがこんな感じでまとめてみました。ということで今回はベンキューからご提供いただきましたモニターライトスクリーンバーハローをご紹介しました。そして最後に一言、私いくつかモニターライトを使っていますがさすがベンキューというか完成度が高いなと感じました。他社のものと比べていい点としては固定力がしっかりしていて落ちる心配がないっていうのとあとはねデザイン性が良くて操作性も良くて価格に見合った製品なので私自身自信を持っておすすめできる商品となります。はい、それではこの動画は以上となります。この動画ではガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますのでもしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。